ス店舗営業部の白谷です。今日はよろしくお願いします。お願いします。で、今日はどういったものをご紹介いただけるんでしょうか。はい。今までカーテンの人気の生地ですとか空間にどのように合わせるかコーディネートのコツ、あとは機能なんかをお伝えさせていただいてたんですけれども、今日はプロの目線で選ぶという視点でカーテンのご紹介をさせていただきたいなと思っております。アクタスにはインテリアコーディネーターの資格を持っているスタッフも多数在籍してますし、あと設計事務所さんですとか、あとフリーのコーディネーターさんも多数お越しになられるんですね。そういった方々がどういった視点でカーテンをお選びになられるかっていうところを少しご紹介させていただけたらなと思っております。一つ簡単にお話しさせていただくと、窓につった時のドレープが美しく出るかどうかっていうところに結構プロの方は着目されていますので、そういったドレープ性が出やすい生地を中心にご紹介させていただきたいなと思います。今日は、おすすめの7つの生地をご紹介させていただきたいと思います。実際私が使っている生地もご紹介させていただきたいと思いますので。なるほど。はい。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずはあちらのファブリシアのリドネという生地からご紹介します。こちらが新作のファブリシアからお出ししてますリドネという生地です。こちらはですね、縦糸に太番手の糸を使用しておりますので、縦にシャープなラインが出るのが特徴でして、このシャープさと光沢のある透け感が特徴の生地になっております。お色がですね、白とナチュラルとあとグレーの3色で展開しております。アクタスの家具の中ではポラダですとか、あとナタドラのようなモダンインテリアをお好みのお客様には特におすすめしたい生地になっております。上質な糸を使用することによって、このようにストンと綺麗な落ち感が出るのが特徴になりまして、新作なんですけれども、これからインテリアコーディネーターさんに多分人気が出そうだなというふうに思っております。独特の織り感があるのも特徴ですね。このようにドレープがすごく出やすいので、縦に流れるようなラインが陰影になって出てくるのも特徴ですね。生地の良さに合わせて、あと仕立ての良さっていうのもすごく大事なポイントになりまして、アクタスのカーテンは仕立てが良いことでもご好評いただいているんですね。よくいいカーテンはいいスーツに例えられることがありますので、やはり生地の良さと縫製の良さが相まって、このようなドレープが出るようになってます。アクタスは本当にフルオーダーになりますので、お客様の窓にぴったりと合うサイズでお作りをすることもできますし、それが長く美しいプロポーションを保つ秘訣にもなっています。上の部分の作りもすごく綺麗だなと思って見てました。これ今アクタスで人気のウェーブスタイルという仕立てになりまして、今まではフラットって呼ばれるそのひだを全く取らないものも人気だったんですけれども、これはカーテンレールの方の仕掛けによって一定のひだをうまく作ってくれるような仕立ての仕上げになるんですね。山を取ってしまうよりもよりナチュラルでかつドレープも綺麗に出るというのが特徴の仕上げになっています。じゃあ続きまして同じく新作のメーレをご紹介させていただきます。こちらはですね、ウールですとかコットンなどのリサイクル紙を使用した生地になっております。生地を一度粉砕して糸にしてから織り上げている生地になりますので、少しミックス感があるというかムラがあります。こういうムラの出方が同じ表情が二度と出ない生地っていうのは、今まであまりアクタスでも扱いがなかったんじゃないかなと思ってます。加えてですね、すごく軽くて柔らかいんですね。いい意味でコシがないと言いますか、テロンとした生地が特徴のカーテン生地になってます。実はカーテンって開けた時にサイドに出てくるたまりってよく言うんですけれども、開けた時に閉じておくじゃないですか、はい、あれがあまりにも大きすぎると窓を一部塞いでしまうので、やっぱりたまりがあんまり大きくなるのは避けたいんですね。でこれは薄いので開けてきた時にギュッと収まってくれて、たまりが小さくなるのも特徴です。特にこれドレープ生地でお昼間開けてることが多いんですね。でレースのカーテンがあってお昼間開けてサイドに溜まっている状態が結構長い時間あるんですけれども、このように薄い生地でたまりを小さくしてあげるっていうのも、例えば大きな窓、マンションとかで結構大きな窓
のお部屋の方いらっしゃるんですけれども、そういった方にも特におすすめしたい生地になってます。今つってあるこちらのベビーブルーと、あとグレーとチョコレートの3色で展開してます。特におすすめしたいのがこちらのベビーブルーになるんですけれども、この柔らかい質感とすごくナチュラルな色合いのブルーなので、白のカーテンとかと合わせて北欧のテイストにもよく合いますので、アクタスでも人気のワイチェアとかと組み合わせてもらっても素敵だと思います。続きましてアクタスで人気のミザンをご紹介させていただきます。なんで今まで紹介しなかったのかなって思うぐらいに、アクタスでも大人気の生地になりまして、定番すぎて人気すぎて紹介し忘れてたんじゃないかなと思うぐらいの、定番の生地になってます。こちらの特徴はですね、やはりプリーツになってます。このプリーツのおかげでとても立体的な、他にはない表情が出せるのが特徴になってます。加えて生地も麻素材になりますので、シャリ感だったりとか、あと程よい光沢感があって、とても上品に仕上がるのも特徴の一つです。1枚の生地なんですけれども、絶妙な立体感が出せるので、ひだを取る必要がないぐらいに表情が出てくれる生地になっています。アクタスらしいというと変なんですけれども、ナチュラルでシンプルでありながら、すごくアクタスの家具にも合いますし、空間にもマッチするカーテンかなと思います。すごくセンスのいい方が選ばれるかなっていう印象がありまして、プロの方もそうなんですけれども、お客様でもやはり一目惚れで決めていただくケースもありまして、そういった方のお部屋とか見せていただくと、お写真で見るとすごくセンスが良かったりするのも、なんとなくこれは私の感想ですが持ってます。他ではあんまり見ない表情のカーテンだと思いますし、ぜひ店頭で見に来ていただきたいなと思ってます。続きましてエメのご紹介です。これも大人気のカーテンですね。エメは麻 100% の素材のカーテンになっていまして、お洋服でシャツとかあとジャケットなんかにも使用されるぐらいの上質な麻の素材を使用しております。生地を仕上げる時の特徴なんですけれども、一度洗いをかけまして、わざとこのシワ感を残すように加工をしてから生地にしていまして、独特の風合いが出ているのも特徴かなというふうに思っております。この麻のカーテンはファブリシアをブランドとして立ち上げた時からずっと取り扱っておりますロングセラーになりまして、ここ 2,3 年でカーキですとか、今つってあるようなネイビーのような少し濃いめの色も発売させていただいております。一番人気は白になるんですけれども、私も自宅でこちらは使用させていただいております。リビングで2面の窓に使ってるんですけれども、麻の素材って結構動きがあるというか、湿気を含むと伸びてきたりですとか、あと洗うと縮んだりとかしてちょっと動きが出てくるので、本当はカーテンとしては少し扱いづらい生地になるのかもしれないんですけれども、そういう自然の素材との付き合い方みたいなのもアクタスとしては取り入れていただきやすい特徴の一つですし、私は結構それを面白がって使っています。我が家はちょっと床に垂らすぐらいの長めで作って使用しているんですけれども、あまりずるのが嫌だなとか結構きっちり作りたいなっていう方には、もしかしたらこの伸び縮みがデメリットになるかもしれないんですけれども、それも楽しんでいただける方や、あとアクタスのカーテンはフックのところがアジャスターになっていて、多少ですけれども高さを調整することもできますので、それでちょっとご自身で調整していただきながらお付き合いいただけるといいかなと思っております。続きましてプロが選ぶ目線というところで今日はご紹介させていただいてますので、オリジナルのブランドとは違うんですが、世界的に人気のスイスのテキスタイルブランドバウマンをご紹介させていただきたいなと思ってます。クリエーションバウマンというメーカーなんですが、世界のトップといっても過言ではないメーカーになるんですが、糸の加工からテキスタイル生地の織りまで全てスイスの工場で一貫して行っているのも特徴の一つになります。スイスは水がきれいなところなので上質な糸ですとか生地
ができやすいっていうふうに言われてまして、そこでも本当にトップのブランドになってます。今日はですねバウマンの中から、生地を2つご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目がソプラノという生地になっております。見るからにドレープが綺麗に出ているのがお分かりいただけるかなと思うんですけれども、どこの名だたるメーカーがしのぎを削ってもこのソプラノを超えるレース生地はできないんじゃないかって言われるぐらいの生地になっております。薄さも一つ特徴でして、ものすごく薄いんですけれども、かけた時にしなるように落ちてくれるドレープ感がとっても美しいカーテンになっていまして、お客様でこれを見てもう一目惚れでもうこれにしますって言っていただくこともあるぐらいですし、やはりプロのコーディネーターさんからもご指名がやはりすごく多い生地になっております。こちらも幅の広い窓にかけていただいても、ドレープがこのように規則的にきれいに落ちてくれることでのっぺりしてしまわない、程よい立体感も出ますし、生地が薄いことで開けた時に、先ほどもお話ししたようにたまりが小さくて済むっていうのも特徴の一つになってます。一言で言うと美しいレースカーテンになりますので、本当これを使っていただくだけでインテリアの質がワンランク上がるというふうに私は思っております。カラーバリエーションが豊富なのも特徴でして、なんと51色からお選びいただくことができます。ベージュの中でもいろんなトーンがあったりですとか、黒があったりとか赤とか黄色のような明るいお色もあったりとかして、選ぶ楽しみはやっぱりすごくありますし、見た目の美しさと選ぶ楽しみと、あと上質感、間違いないレースカーテンですね。ドレープが美しく出るおかげでこの縦のラインの影が表情として美しいですし、生地自体はそんなに折り感があったりとか特徴があるわけではないんですけれども、このドレープだけでこれだけの表情を出せているっていうのは圧巻ですね。続きましてディマです。こちらは、バウマンでも人気の遮光の生地になっております。カラーバリエーションがこちらも54色ございましてこれも同じようにめちゃくちゃ悩んでしまうんですけれども、遮光でこれだけカラーバリエーションあるのもあんまりないかなと思ってます。オリジナルではもちろんないですし、他のメーカーさんでも結構少ないかなとは思ってます。絶妙な色合いの中からお選びいただけるので、遮光のカーテンってやっぱり暗くするための目的がありますので、暗い色が多いんですよね、遮光って。なんですけど、こういう柔らかいナチュラルな色合いも出せるのも特徴の一つかなと思ってます。生地自体どういった特徴がおありになるんですか？とっても細い糸を使用していますので、遮光でありながら軽やかです。糸自体に少しウェーブがかかっているので、独特のドレープ感が出せているというのも特徴の一つです。ビロードのような少し起毛がかったような生地になるんですけれども、でありながら全然軽やかですし、見ていただく通りストーンと落ちるドレープがとっても美しいんですね。ここまで分厚い生地になりますと、通常は携帯安定加工という開けたり閉めたりするんですけれども、最後にはドレープが元に戻るような、プレス加工をして仕上げることが多いんですけれども、これ全然かかってないんですけれども、これだけの美しいドレープが出るんですね。生地の上質さと仕立ての良さが相まって、これだけの美しいドレープが出せるのはやはり世界的にもトップを走るバウマンならではの仕事ぶりかなというふうに思ってます。これからの季節ですね、長くお部屋にいる時間が増えてくる方もいらっしゃって、なんかインテリアを少し変えたいなって思われるお客様も多くいらっしゃると思うんですが、インテリアを変えたいなと思ってもソファーを買い替えるとか、あとダイニングテーブルを買い替えるって結構大きな変更になるので、なかなか手が出せないと思うんですね。そういった時にカーテンは手軽にとは言わないんですけれども、変えていただくことでお部屋の雰囲気がガラッと変えられたりとか、あと春夏と秋冬で違う表情を楽しんでいただくっていうのも醍醐味の一つなので、これからカーテンの買い替え検討される方には、まずちょっとこの遮光の生地をおすすめしたいポイントがあります。お部屋の中、暖房を使われて暖かい空気が外に逃げてしまうのってほとんど窓からになるんですね。
で窓から暖かい空気が外に出るのを防ぐためにこういった遮光のカーテンって断熱の効果もあって、これからの時期には特におすすめなんですね。これからの時期に例えばカーテンの買い替えご検討される方には遮光生地をおすすめしたいですし、その中でもリマーは特におすすめの生地になってます。これ実はこうやってちょっと閉じるとびっくりするぐらいに細く収まるんですね。これだけ厚地のカーテンでこんなに細く綺麗に収まるのって他にはない特徴だと思うんですね。今ご紹介したバウマンのこのソプラノとリマーなんですけれども、これ両方とも防煙の機能がついていまして、はい、燃えにくい生地になってます。マンションでは11階以上には防煙のカーテンをつけるように義務付けられているところもあるんですね。なのでタワーマンションにお住まいの方、高層にお住まいの方なんかは防煙をお探していらっしゃるケース多いんですけれども、そんな時にもやはりバウマンをご紹介するケースは多いです。では最後にホテルとか公共施設でよく採用いただいているアクタスのオリジナル生地を一つご紹介させていただこうと思います。まさにプロが選ぶカーテンかなと思っております。アクタスには実は公共施設ですとかあとホテルを手掛けるチームがありまして、ここ最近ホテルの内装でカーテンをご注文いただくことが増えているんですね。でその中でも一番人気なのがこちらのノットから出ています京都という生地になっております。京都はですね遮光のカーテンになっておりまして、ホテルだとやはり日を遮る必要がありますので遮光を採用されることが多いんですが、お店にいらっしゃるお客様からも高いご支持をいただいておりまして、リビングシーンはもちろんなんですが一番ご採用いただいているのは寝室になります。こちらの京都の生地に関しましてはかなり自圧になります。遮光の効果が高いのでその分少し張りがあって厚みも出てくる生地になっておりますので、こちらの京都の生地に関しましては携帯安定加工をかけることをお勧めさせていただいております。カーテンって実は毎日触るアイテムになりまして、開けたり閉めたり動きをやっぱり毎日つけるものになりますので、安定加工をつけてないと長く使っていくと少し裾が広がってくるんですね。でそれを防ぐためにもこの京都の生地に関しては携帯安定加工をお勧めさせていただいております。縫製の良さもこの美しいドレープを作る一つの要因になっていまして、アクタスではスタンダードの縫製とあとハイグレードの縫製というのがありまして、これは今ハイグレード縫製で仕上げております。どこが違うかと言いますと、この釣り元のところに三つ山でひだを取ってるんですけれども、このひだが寝てしまわないようにひだの中に薄いプレートが入っていまして、必ずひだが正面に向いて立ってくれるように仕立てられてるんですね。なのでこのように開けたり閉めたりしても常にひだが前を向いてくれているのが特徴です。なるほど。この美しいドレープ立体感と等間隔のひだを作ってくれるためのこの仕立てになっています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日はプロの目線で選ぶカーテンというところで7つ生地をご紹介させていただいたんですが、店頭にはこれ以外にもたくさんご紹介したい生地がございますので、ぜひお店の方まで足をお運びいただければと思います。店舗営業部の白谷でした。今日はありがとうございました。